にちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、蒙古タンメン中本の炎のカルボを食べたいと思います。こちらですね、視聴者さんがライブのチャットだったかな、教えてくれたんですよ。セブンイレブンで炎のカルボっていうのが出たから食べてみてっていうのを教えてもらって、そんなん知らんかったと思って、そんな情報全然入ってこんかったと思って早速買ってきました。視聴者さん、情報提供ありがとうございます。いや、こういうね情報提供めっちゃ助かるんですよ。皆さんもこういうのを知ってたらぜひぜひ教えてください。コメント欄とかライブのチャットでも何でもいいので。ここがね、変な鍵になってるから気になってたの、さっきから。蒙古タンメン食べれるの久しぶりなんやけど、炎のカルボっていうのが出とったんだね。いや、大体でも辛いやつって、大体って言ってもブルダックの話を今してるんやけど、ブルダックのさ、カルボ味っていうのを出したじゃないですか。だから辛いのとカルボは相性がいいのかもしれないんですね。はい、ロンちゃん通りました。ロンちゃんチューしました。ロンちゃんとロンちゃんこうやってね、口調語でチュッチュッて近づけるとね、カンカンカンとしてくる。口が臭いのかな。そう、10個食べます。なんでカロリーが1個530キロカロリー、結構あるね。だから10個で5300キロカロリーですね。セブンイレブン限定です。食べたい方はセブンイレブンで買ってきてください。じゃあ作りたいと思います。おなじみのオイルがついてますね。コク、甘、辛、うまオイル。今までの蒙古タンメンよりちょっと優しいのかもしれないね。で、今日ね、実はね、この2時間後に張さんとね、ライブをね、する約束をしちまってねもう私から勝手に問いかけたんですけど、いや、私はもともとこの撮影の後にライブしようと思ってたんですよ。でもなんか張さんがね、うちの近くに偶然追って、偶然じゃないんだろうけどね、張さんも用事があってうちの近くになんか来とって、それでライブするつもりなんですけどしますか、あ、いけますねって話になって、それは2時間後って言っちゃったから、まあ私はちょっと急ごうかなと思いながら今やってます。タイムアタック RTA、 ベテランの内職の人ぐらい素早くやります。いや、でも言うてある意味ちょっとベテランの大食いカップラーメン職人ですから、私もね。はい、炎のカルボ、これをね取りました。蒙古タンメン中本、これ中身、はい、こんな感じ。あんま見た目的には分からん。でもなんか若干オレンジっぽいかも。辛うまラーメン日本一。はい、私も蒙古タンメン食べに行きました。美味しいです。久しぶりこの作業。最近ちょっとお料理動画が多かったので、こういうやつは久しぶりですね。濃厚無双卵黄×チーズのコク、絶対美味しいじゃん。普通の蒙古タンメンより美味しいんじゃないって私は思うけど、どうだろうね。はい、10個出ました。そしてお湯を注ぎます。これはだってあれは後でしょ、絶対。はい、後です。お湯は 400cc なので10倍の4リットル入れますこれコーヒー用のポットだからマジちょろちょろしか出らんの。多分お前も不満だろう、こんな使われ方をしてこうやってね、一旦お湯をかけて、その後お湯がかかってない部分を沈めてあげます。そしたら大体ね、蓋して蒸された頃にはね、最初沈んでた方はさ、一旦お湯かかっとるからちょっともうお湯を吸う準備ができとるんや。だからかかってない方をお湯の方にやってあげます。そして蓋します。さあ、慣れたもんですよ、本当にもう大食い職人で、この蓋の上でこれを温めます。この無駄のない動き、まだかな、まだかな。はい、5分経ちました。じゃーん。あれだよね、中本の麺ってちょっとストレート麺だよね。お店のはさ、なんか中太みたいな、お店のもストレート麺だよね。縮れではないよね。カルボか、どんな味なんだろう。ちょっと味見。あ、そんなに辛くない気がする。ちょっと若干辛いんだけど、でもなんかあんま別にカルボナーラ感は感じないような。なんか蒙古タンメン中本がちょっと普通にこれ赤いんだけど、このライトじゃないこのオイルとライトのカタカナつながりね。このオイルがカルボナーラの秘密かなと思ったけどさ、そうじゃないのかな。スープの色こんな。辛い蒙古タンメン中本が大辛だったら、これ中辛ぐらい。このオイルを入れてどういう感じがするかっていうあれですよね。あ、でもなんかこのオイルをね、匂ったらチーズみたいな匂いがするようなしないような。じゃーん、完成でーす。早い。いただきます。めっちゃチーズの匂いする。どこから来た？やっぱこのオイルなのかな。美味しそう。あ、チーズの風味します。カルボナーラの風味します。
カルボナーラの風にするけどちゃんと辛い。なんか喉にくるね、蒙古タンメンの辛さって。辛い。辛さはあんま変わらんかも。もしかしたら辛さあんま変わらんくって、そこにカルボ風味が加わっただけかも。蒙古タンメン食べたのが結構遠い記憶だから、蒙古タンメンの辛さってなっとるけど、結構ちゃんと辛い。うまい。麺が美味しい。このストレートな麺。辛い。でもなんかちょっと辛さを楽しめる余裕のある辛さかも。でもお腹がすでにちょっとカッカしてます。土の子みたいになって、土の子ローン。でもなんかブルドックもさ、カルボって出しとったじゃん。なんかやっぱり辛いものとさ、カルボナーラって相性がいいんかな。あのオイルだね、カルボ成分が入ってるのは。入って違ったらどうしよう。ベーコンが入ってる。カルボナだけに量が細かいね。やっとベーコンに出会えたよ。カルボがでも入ると食べやすくなる。辛さがちょっと和らぐね。まあカルボ風味はするけど、ちょっとカルボ成分が私からしたら薄いような気がする。ちょっとカルボ成分足そうかな、私が自分で。でも蒙古タンメン中本がまず美味しいから美味しいんだけどね。カルボといったら何ですか？パルメザンチーズと卵の卵黄とだけ？牛乳とか生クリーム入れるのは日本のアレンジなんだよね、確か。おお、スープでも赤いな。美味しい。暑いし辛いから鼻水が気をつけろ。水が美味しい。辛いのかな、私ちょっと涙出てきた。美味しいけど、大量に食べれば食べれるほど辛さ成分で蓄積していくから、よし、この辺でカルボナーラアレンジします。ちょっと薄いよ、カルボ成分が。私が完璧な炎のカルボにしてあげる。皆さん、私ね、在庫にパルメザンチーズがあるかなと思ったんですけど、なかったです。なんで？誰かが食べた？私しかいないんですけど。でもね、見てください、これを見つけました。じゃーん。あ、こっちか。カテルチーズソース。これいいじゃん、めっちゃ。パルメザンよりワンチャンいいかもしれん。これをかけます。そしたらチーズ感が増してちょっとカルボ感が増すんじゃないかなって私は思ってるんですよね。なんかさ、私思うんやけどさ、でもさ、カルボ味のさやつって大体チーズとなんか甘みがある気がするんよ。あれ何なんだろうね。砂糖入れてもいいのかな。いいじゃんいいじゃん。なんか色は確実に変わったんだよね。なんかまろやかになった。とろみがついたスープに。なんかチーズ感があんましない。麺に絡んでるんだ。
だわ、このチーズソース粘度があるから。美味しい。チーズ感が増しました。でもチーズ感が増したけどカルボ感かって言われたらちょっとよくわからんかも。チーズがよく合う。美味しい。これさ、絶対ご飯入れると美味しいよね。入れちゃおうかな。美味しい。スープめっちゃ美味しくなった。めっちゃドロッとしたスープになった。わ、このスープ美味しい。卵黄4個。そういえば卵今年さ、高い時あったよね。今年もいろいろあったよね。ちょっと早いけど、そんな今年振り返るには、いやー、いろいろあったな。はい、冷凍ご飯入れました。そしてここに卵黄。見事に蒙古タンメンと同じ色。これなんかでも奇跡的にさ、卵の殻から割れた卵の黄身みたいな感じに見えました？見えませんか？もうちょっとスープ飲んどきゃよかったかな。でもなんかさらにまろやかになった感があります。ちょっとスープ減らそう。ほら、ちょっといい感じのラーメンご飯になった。いやー、雑炊はさ煮込めるからさ、自然とご飯がスープを吸ってくれていいんだけど、このさラーメンにご飯投入っていうのはさ、煮込むわけじゃないからね。ちょっと私はスープを残しすぎてた、私としたことが。美味しそう。うまい。いや、ラーメンのスープとご飯ってなんでこんなに合うんでしょうか。辛みがね、まろやかになって、蒙古タンメン要素はちょっとふんわりと残ってる感じです。メル美味しい。とろみがあるからよく絡む。ご飯もさ、冷凍ご飯だからさ、なんてネバッとしてるんよ。冷凍ご飯のせいじゃないか、それ。なんかネバッとしたご飯が、これまた雑炊に合うんよね。美味しい。飲み干す一杯。完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。蒙古タンメン炎のカルボ、まあ美味しかったです。美味しかった。まあとか言っちゃうけど美味しかったです。でも私が期待しすぎたほどカルボ感はなかったですね。まあでも蒙古タンメンのことを愛してる人からしたら、カルボ成分なんてちょっとでいいんだよ。蒙古タンメンが主役だよ。だからそれで良かったのかもしれないんだけど、私はさ、ブルダックのカルボとかを食べた時に、ブルダックのカルボとかの方がね、めっちゃカルボ感があるんよ。そんな感じかなと思って食べてしまったから、そう感じたのかもしれないです。でも味はめっちゃ美味しかったです。でも私はチーズを入れたり、最後雑炊と卵黄を入れたりしたんやけど、雑炊めっちゃうまい。で、蒙古タンメン中本もさ、セブンイレブンのおにぎりとかを入れたりしたらさ、めっちゃ美味しいよね。ご飯との相性は最高です。で、卵黄を入れたことによってもっとまろやかになって、コクが出て、すごい美味しいですね。蒙古タンメン炎のカルボ、セブンイレブンで買って食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらぜひぜひコメント欄などで教えてください。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。バイバーイ。